そろそろまた蒸し暑くて過ごしづらい夏がやってきます。去年の猛暑日、最高気温が35度を超える日を調べてみると、8月の1ヶ月間で東京が11日、名古屋が22日、大阪が20日、福岡が11日と、8月だけでも約半月以上は猛暑日になっていることが分かりました。これほどの猛暑日になると、車内は恐ろしいほどに温度が上昇します。JAF の情報によると、車を炎天下に置いた場合、開始から1時間程度で車内の最高温度は57度まで上昇してしまうことがあるそうです。世界で一番暑い場所はアメリカにあるデスバレーが 56.7 度ですので、車内の57度というのはとても恐ろしい温度かと思います。今回のデータは昼間のデータになりますが、鉄の塊である車は温度を蓄えやすいので、夏場の夜も例外なく車内はかなり暑くなります。そこで今回の動画は、こんな猛暑を乗り切るために DIY キャンピングカーに取り付けてみたいエアコンを厳選して解説していきたいと思います。今回の動画では間違っても購入してはいけないエアコン、バンウィーケンドが気になっているエアコン、ぜひ取り付けてみたいエアコンの3つを解説していきますので、 DIY キャンピングカーにエアコンを取り付けてみたい方、エアコン選びに悩んでいる方はぜひ最後まで動画をご覧いただければと思います。皆さんこんばんは、バンウィーケンドです。バンウィーケンドでは自動車メーカーキムのサラリーマンが DIY で作るキャンピングカーの情報とポータブル電源の情報を発信しています。特にこのチャンネルでは電装の知識や法律の知識、車に関連する知識など DIY キャンピングカーを作る上で必要な情報を発信していますので、 DIY キャンピングカーを作りたい方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。では早速解説していきます。まず一つ目のエアコンは、車中泊や DIY キャンピングカーで買ってはいけないポータブルエアコンについてです。車中泊で買っていけないポータブルエアコンはこのように水を入れるタイプのエアコンです。こういったエアコンは購入を避けた方がいいです。このようなエアコンの原理は、エアコン本体のタンクに水を入れて内部にあるフェルトを水を吸わせています。フィルターが水を吸うことで水が蒸発する時の気化熱を利用して温度を下げ、温度が下がったところでフェルトにファンで風を送風するといった仕組みになっています。このファンで送風された風が冷えた風となり、エアコンの役割を果たします。しかしながら気化熱を利用するタイプのエアコンはある程度冷える効果があるものの、こういった小型で気化熱式のポータブルエアコンの場合は気化できる水の量も少なく、冷える効果は比較的低いと言えます。それとこのタイプのエアコンの最大の弱点とも言えるのが湿度になります。夏場の湿度は室内だけでも 50% から 56% と言われています。狭い車内では人間から出る湿気なども加わり、室内と比べても常に湿度が高い状態にあります。それに加えてこのような気化熱式のエアコンですと、水の気化熱を利用しているのでさらに湿度が増し、車内はジメッとした空間になってしまうのです。車内で快適に過ごせるポイントとしては、湿度を下げながら温度も下げていくことですので、快適に過ごせる条件としては湿度の低下と温度の低下が必要になってきます。湿度が高くなってしまう気化式のエアコンは車中泊や DIY キャンピングカーに向いていないと言えます。車中泊専用車や DIY キャンピングカーで向いていないエアコンが分かったところで、次にバンウィーケンドが気になっているポータブルクーラーを紹介していきます。僕が気になっているポータブルエアコンはゼロブリーズマーク2です。ゼロブリーズは先ほどの気化式のエアコンとは異なり、本体にコンプレッサー、エバポレーター、ファンなど車用のエアコンと同等な構造、仕組みを持っています。ここで一度車のエアコンの簡単な仕組みを解説します。車のエアコンはエアコンシステムの冷媒と呼ばれる特殊な液体が封入されています。この液体を圧縮したり膨張させることで気化熱を利用して空気を冷やす仕組みになっています。もちろん水は使っていないので湿気は高くなることはありません。コンプレッサーで圧縮した冷媒は噴霧させることで空気を冷やすことができるのです。車と同様のエアコンシステムを搭載しているのがこのゼロブリーズになりますが、エアコンの仕組みだけではなくリチウムイオンバッテリーも内蔵しているので、電源がない場所でもエアコンを使うことができます。このゼロブリーズの能力は最低設定温度が 16.7 度、冷やすまでの時間は最速で
10分となっているとのことです。最低温度が 16.7 度であるのには、先ほどの気化式では実現できない温度となっています。16.7 度を実現するにはコンプレッサーの搭載やエバポレータの搭載などが必要になってくるので、この小さなボディにこれらの部品を組み込むのはかなりの技術が必要かと思います。バッテリーの能力としても 630Wh とミドルクラスのポータブル電源と同様の能力があり、連続稼働時間は5時間を持つということですので、暑い夜にはぴったりのエアコンかと思います。ただ難点としては、吸気用のダクトと排気用のダクトを設置しないといけないので、車中泊ではホースが少し邪魔になるかもしれません。それとゼロブリーズは海外のクラウドファンディングでの支援でしか手に入れられない状態ですので、日本で購入するのにはまだまだ先のことかと思います。ここで一旦休憩です。バンウィーケンドではこのように DIY キャンピングカーに必要な知識を共有しています。 DIY キャンピングカーで知りたいこと、疑問に思っていることがあればぜひコメントしていただければと思います。今回の動画では100いいねを目指したいと思いますので、この動画が役に立った方はぜひいいねボタンを押してもらえればと思います。では最後にバンウィーケンドが今一番気になっているエアコンシステムを紹介します。僕が今一番気になっているエアコンはこちら、ポータブルエアコン 12V コンパクト冷却システムです。一見すると本当にこれがエアコンなのかと疑問に思ってしまうかもしれません。しかしながらシステム図を見ると、コンデンサー、ファン、給排気口、コンプレッサー、エバポレーター、制御盤などが組み付けられており、エアコンとして必要な装備が備え付けられています。バンウィーケンドが気に入った要件としては、まず部品がむき出しになっていること。先ほどのゼロブリーズはかなり魅力的だったのですが、完成品のエアコンを買ってしまうと自由度が減ります。 DIY キャンピングカーでは自分が好きなものを好きな場所に設置するのがかなり楽しいですし、物や設備を買う点でも必要な要件になってきます。今紹介しているエアコンであれば、幅が 350mm、奥行きが 280mm、高さが 180mm なので、 DIY キャンピングカーであれば伸縮ベッドの下に置いたりベンチの下に置いたりと自由に配置することができるのです。そして魅力的な点2つ目としては 12V で動くこと。同じようなエアコンで 24V のタイプもありましたが、こちらの商品は 12V で動きます。 12V で動くことで様々なメリットがあります。1つ目は車のバッテリーやサブバッテリーで動かすことができます。サブバッテリーで動かすことができるので、余分に昇圧器を購入したりしなくても済み、バッテリーにつなげるだけで作動させることができます。サブバッテリーを搭載してない場合でも、ポータブル電源を持っている人であれば、ポータブル電源の出力端子から 12V を取り出せるので、電源の取り方に悩まなくても済みます。必要な電力も 150W ということですので、1000Wh 級のポータブル電源を持っているのであれば単純計算になりますが、6.6 時間の連続稼働も可能です。実際に DIY キャンピングカーに設置するときは、組み付けなきゃいけない箇所は黒い箱の上にある吸気口と排気口にホースを取り付けること、電源アースを 12V 電源から取り出すこと、そしてスイッチを取り付けるだけなので簡単な DIY で済みそうです。他のエアコンですとコンデンサーを車外に設置しなくてはいけなくなり、車両の鉄板を開けたりしなければいけないので、初心者にとっては難易度が上がります。それと比べて今回のエアコンはすでに一体式になっているので、比較的に簡単な DIY で済むかと思います。このエアコンの冷却能力ですが、性能表を見るとエアコン吹き出し口の温度が5度となっているので、十分冷える温度かと思います。エアコンのデメリットとしては、構造を見る限りエアコンの湿度調整機能がないように思えるので、工夫が必要になってきます。一般的な車のエアコンの場合は、エアコンで冷やした冷気とエンジンからの熱をミックスさせることで適温にしていますが、こちらのエアコンの場合は別途ファンの回転数を制御するなどの工夫が必要かと思います。こんな DIY キャンピングカーにぴったりのエアコンですが、値段は約11万円、ゼロブリーズの一つの前の方が12万円になってますので、少々高額になってしまいますが、エアコンとしての機能も十分ですし、なんといっても DIY キャンピングカーにはぴったりなエアコンかと思います。いかがだったでしょうか。今回の動画はバンウィーケンドが気になっているポータブルエアコンについて解説しました。今回動画に登場したポータブルエアコンは概要欄にもリンクを貼っていきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。バンウィーケンドもエアコン選びに悩んでいる途中ですので、この動画が参考になっていただければ嬉しいです。バンウィーケンドでは去年 DIY エアコンシステムを作ったので、よかったらそれと合わせて動画もご覧いただければと思います。ではまた来週。